場所、ゴミ捨て場、登場人物、ゴミ捨て場、おもちゃの医者、登場人物、人参、場所、ゴミ捨て場。登場人物、トレジャーハンタ場所、ゴミ捨て場。登場人物、家の住人。私は目を覚ますと、薄暗くて日当たりの悪い場所にいる。おまけにすごく変な匂いがする。どこからかきれいなオルゴールの音が聞こえてきている。あれ？真っ暗だ。今何時だろう。臭いな。なんだこの匂いは。ここから移動しようと体を動かしてみるものの全然動けない。なんでだろう。何かに挟まれているような。どこからか誰かの話し声が聞こえてくる。近くに人がいるようだ。すいません。すいません。力の限りを尽くし、腕を動かす。そうすると、腕がどうやら外の空気に触れた。腕をさらに動かす。すいません。助けてください。私の腕が誰かに引っ張られる。上半身が外に出る。私の下半身はゴミの山に埋もれている。息ができるようになった。ありがとうございます。いや、助かりました。私は今日も庭に来た。私だけのささやかな、もうとても素敵な庭だ。私の家のすぐ隣にある。私はじょうろを手にして草花に水をやる。今日は隣の家だか、海山だかよくわからない場所に人がいる。何かしているようだが、私は気にせず水をやる。私はおもちゃを探している。目の前にあるのは一見ゴミのように見えるが、よく見ると中には壊れたおもちゃがいくつかある。私はそれを直したいと思いながら、一つ一つの状態を確認していく。まだ使えそうなものばかり。こんなにすぐ捨ててしまってはもったいない。早くこれを子供たちに届けてあげたい。ゴミの山に近づくと、あなたがいる。あなたは目を輝かせながらゴミの山を漁っている。私はカバンを置いて、中から手袋を取り出し、壊れたおもちゃを探し始める。私はお宝を探している。目の前にはゴミの山がある。私にとっては宝の山だ。私は一つ一つどんなものがあるか確かめながら、宝の山を発掘している。結構ヴィンテージものが多いな。ここは収穫が多そうだ。今日は掘り出し物あるかな。そこにあなたがやってくる。あなたは地面にカバンを置き、手袋をして私と同じように何かを探し始めた。すいません。何やってるんですか？あなたあと何をやってるんですか？あ、私は宝を探していまして、宝ね。まあ、そんなところです。あなたは？私は医者なんです。おもちゃのお医者さん？違いますよ。人間じゃなくて、おもちゃを修理するドクターです。今日で水をあげ続けて3ヶ月目か。おや？私は不思議な実がなっているのを見つける。見たことのない色と形をしている。どこからかオルゴールの音色が聞こえてくる。今日はお前の誕生日だね。名前をつけてあげようか。世界で私が初めてお前に会ったのだろうから。そうだな。何がいいかな。どこからか誰かのくぐもった声のようなものが聞こえてくる。私は一瞬声のする方を見るが、
興味がない。私は植物に語り続ける。まず、野菜なのか果物なのか。目の前にあるゴミの山から小さなオルゴールを探してくると、カバンを開け、修理器具のようなものを使って修理を始めた。本当に治るんですか？そうですか。以後、お見知りおきを。私は目の前にオルゴールが捨ててあることに気づき、それを拾い上げる。カバンの中から修理器具を取り出し、オルゴールのゼンマイを回して修理を始める。あなたはそんな私の様子を興味深そうに眺めている。私に直せないものはありません。えあなたがゆっくりオルゴールを回すと、中から美しいメロディーが聞こえてくる。すごい。すごいじゃないですか。どうやったんですか？半分本当、半分冗談です。私、オルゴールが治ったのを確かめようと、オルゴールのゼンマイを回すると、思った通りオルゴールは美しい音楽を奏で始める。あなたはそれを見て驚き、目を丸くする。私は実に鼻を寄せて匂いを嗅いでみる。少し甘い匂いがした。はは、これフルーツかな。甘そうだ。私が植物と会話していると、何やらあなたたちがうるさい。何か言い争っている。とにかくうるさい。よく見てみると、ゴミ山の中に人が立っていた。もしかして、この家の家主？私は少し冷や汗をかく。だが、平静を務めて、またじょうろで水をやる。あなたは、驚いた声を上げた。そして、視線を私の方に向ける。私は見られているのを感じる。すごく話したくないので、私は気づかないふりをする。大したことではありませんよ。はは、ありがとうございます。まあ、これくらいは朝飯前です。ここには他にもこのように少し直せばまだ使えるおもちゃがたくさんあって、どこからか誰かの声のようなものが聞こえてくる。誰かいるのだろうか。私とあなたが声のする方に行ってみると、そこにはゴミの山の中から手が伸びていた。え、人？魔法みたいですね。私が感動していると、どこかからか誰かの声が聞こえてくる。声の聞こえる方に私たちは移動する。すると、ゴミ山の中から人間の手が伸びている。何ですか、これ？え、人ですか？まさか。
あなまあ、たに促され、私はその腕をあなたと一緒に力強く引っ張る。すると、ゴミ山の中からあなたが上半身だけ外に出る。人でしょうね。生きてますかね。とりあえず確かめましょう。生きているかどうかも含め。私はあなたを促しながら、一緒にその腕を強く引っ張る。すると、ゴミ山の中からあなたが上半身だけ姿を現した。ありがとうございます。いやー、助かりました。生きてる。誰ですか？え私はここの住人ですが、住んでる。ここに失礼ですが、ここに人が住めるとは思えないんですが、ていうか、ここは家なんですか？すみません。死んでる可能性もあるかと思いまして。いや、だから、ここに住んでるんです。ここは私の家なんでね。すみません。死んでる可能性もあるかと思いまして。そんなに驚かないでくださいよ。だいたいあんたたちは何をしてるんですか、人のうちで。ああ、私はここで宝探しをしていましてね。はあとても素敵な壺が視界に入る。パッと見ただけでも、それはすごく価値があるものだと分かった。私はそれが欲しくなる。あの、これ欲しいんですが、いや、そんなこと言われましてもね、それ、私のなんですよ。それも。お元気ですか？こんにちは。私に直せないものはありません。この壺です。状態もいいし、このデザインというのは非常に珍しくて、そうですか。あなたに拒否されたので、そのまま壺を抱えて走り出した。だが、あなたはすぐに私を捕まえて、私を邪魔をする。そして振り返ると、別のあなたがゴミ山から全身を出していた。失礼な。確かにそれが何だったか忘れましたけど、ここにあるってことは私の大事な。あなたが私の家のものを抱えて走り出そうとする。もう一人のあなたはそれを止めようとする。私も必死になって下半身を引っ張り出す。なかなか苦しいが、頑張って全身を外に出す。待ちなさい。
あなた、驚いて尻餅をつく。私の足元のものの山をかき分けながら、あなたたちのもとに近づく。いいですか？ここは私の家、私有地ですよ。許可なく私有地に入ることはまず良くないことで、私、驚いて尻餅をついてしまう。お尻が痛い。あなたがゴミ山をかき分けながら私に近づいてくる。だから、家なんですか、これは。え私、後ろを振り返ると、そこはゴミ捨て場のようになっている我が家があった。何なんですか、これは。一体全体なんでこんなことに。あなたが振り返って自分の家を見る。驚いているあなた。もう、ここはみんなゴミ捨て場だと思っていますよ。いや、でも、ここにゴミ捨ててる人を見ましたし、いや、仕方ないですよ、これは。ゴミ山の隣の庭に畑のようなものができている。そこであなたが水やりをしている。あなた畜生、たちは話し出す。畜生、ここに誰かが関係ないゴミを捨てていきやがったんだ。いや、しょうがなくないですよ。ここはもともと家なんですよ。ゴミ捨て場だって勘違いする方がおかしいんですよ。辺りを見渡すと、家の隣の庭に畑のようなものができている。そこであなたが水やりをしている。何ですか、あなた。庭いじりです。見てわかるように。こんにちは。いや、そうじゃなくて、何してるんです？なるほど。育てているんですね。はい、私が育てています。気になりますか？ポケットからいくつか不思議な色の種を取り出す。私そうですね。とあなたたちはそれを見る。例えば、私はポケットから不思議な色の種をいくつか取り出してみせる。あなたたちは種を近くで見ようと私に近寄ってくる。あんたね、この家、私のだって分かってます？いや、知らないですよ、そんなこと。そこは一応私の家の庭なんです。あんた勝手に人ん家の庭でそんなことしないでください。あなた、ポケットからいくつか不思議な色の種を取り出す。私とあなたたちはそれを見る。なんて綺麗な種。これ、種なんですか、そもそも。いや、人工物ではないかと。はい。すごく美しいですね。何の種なんでしょうね。私とあなたたちは畑をしばし呆然と眺める。あなたが畑の一角を指す。そこには大きな虹色のフルーツのようなものがある。なん私たちだあれは。自然のすべてを知っているわけではありません。世界にはまだまだ私たちの知らない生き物や植物がたくさん。あなたには自然の神秘というものがわからないのですか？私、怒って竹の一角を指す。そこには先ほど発見した不思議な色と形のフルーツがある。これを見てください。なんか美味しそうですね。私が育てました。3ヶ月。毎日
水やりして、そしたら実がなったんです。この家で？いやいやいや、うちは植物なんて育ててないんですが。そろそろ食べ頃だと思います。はあ、で、これをここに植えたと。私とあなたたちは畑をしばし呆然と眺める。あなたが畑の一角を指す。そこには大きな虹色のフルーツのようなものがある。これがあの種からできたんですか？食べなかったら腐りますよ。食べなくてどうするんですか？いや、ちょっと待ってください。これどうするんです？え、食べれるんですか？さあ、収穫しましょう。手伝ってください。はあ、今日は金曜日ですが、あなたでもお腹でも空いてるんじゃないですか？何か食べるものを。あなたが別のあなたに話しかけている。あなたは手に壺を持っている。話し続けるあなたたち。不意に、あなたはその壺を持ったまま走り始めた。私は反射的に逃げようとしているあなたを全身で捕まえて止める。すごく力強い、すごく強い力だが、負けないように力を入れる。ダメですよ、あなた。いや、一応、それはあの人のでしょ？泥棒ですよ。ちょっと落ち着いてくださいよ。私、気配を感じて振り返ると、ゴミ山の中からあなたが全身の姿を現し立ち尽くしている。別のあなたは驚いて尻餅をついてしまった。あなたはゴミ山をかき分けながら別のあなたに近づいてきた。この人も悪気があったわけじゃないと思うんです。いや、あなたが怒るのは当たり前ですけど、でもですね、でも、こんなところに住んでいたら泥棒に入られてもね、わからないんじゃないですか？不機嫌そうに何気なく自分の家の方を振り向く。あなたはその家のありさまを見て、あっと驚いた声を出す。どうしました？知らなかったんですか？こうなってるって。いやー、そうは言っても、もうこうなっちゃってるんで、ゴミ山の隣の庭に畑のようなものができており、そこであなたが水やりをしているのを別のあなたが見つける。あなたたちは話し出す。私は遠目にそれを見ている。まさか畑までできてるなんて、あの人は誰なんだろうか。ポケットからいくつか不思議な色の種を取り出す。私はその種が気になり、あなたたちに近づく。これは人工物ですか？いやー、自然にできたものとは思いませんね。DNA とかいじってるんじゃないですかね。だってこの色、自然の中にないですよ。すると、あなたが畑の一角を指さす。そこには大きな虹色のフルーツのようなものがある。え、育ったんですか？あなたが育てた？はあ、3ヶ月。毎日。そうですか。食べるんですか？私とあなたたちはフルーツを収穫しようと盛り上がる。まず、あなたたちの手を借りて、私はフルーツを引っ張ってみる。だがびくともしない。意外と硬いな。はい。とても、どんな味なのかとても気になります。みんなで収穫して食べましょうよ。私たちは盛り上がってそのフルーツを収穫しようとし始める。引っ張りましょうか。意外と硬いですね。みんなで引っ張ってみるがびくともしない。なんか、スコップなんかありませんか？ありがとうございます。いるのかもしれません。あるでしょ、その辺に。私はスコップを見つけて持ってる。スコップで実が埋まっているあたりに、周りの土を掘り起こそうとする。あ、すごく土が硬い。アスファルトみたいだ。なかなかスコップが刺さらない。なんだこの土は。いや、まあ、それはフルーツは食べられるためにありますけれども、
あなたたちがフルーツを収穫しようと盛り上がっているので、私はしぶしぶそれに乗っかる。手始めにみんなで引っ張ってみるが、びくともしない。いや、そんな大げさな。でもあるんですかね、そんなもの。あなたがスコップを持ってくる。スコップで掘り起こそうとする。だが土が硬いようでなかなかスコップは刺さらない。あなたたち盛り上がってそのフルーツを収穫しようとし始める。皆で引っ張ってみるがびくともしない。あなたがスコップを持ってくる。スコップで掘り起こそうとする。だが土が硬いようでなかなかスコップは刺さらない。あなたがスコップを持ってくる。スコップで掘り起こそうとする。だが、土が硬いようでなかなかスコップは刺さらない。これはみんなで引っ張るしかないのでは？根がそうですね。ものすごく張っているのか。そうかもしれません。根が結構張ってるのかも。協力しないと。そしたらもうみんなで思いっきり引っ張るしかないですね。仕方ないですね。こんなことに付き合ってる暇はないんですが、しょうがないな。お願いしますよ。頑張りましょ私たちはみんなで協力して力いっぱいそのフルーツをつかみ、せーので引っ張る。フルーツが根っこごと引っこ抜ける。その瞬間、なぜか誰かの金切り声が響き渡った。私はフルーツの断末魔だと瞬時に悟った。あなたたちはうるさくわめいている。私たちはみんなで協力して力いっぱいそのフルーツをつかみ、せーので引っ張る。フルーツが根っこごと引っこ抜ける。その瞬間、フルーツの叫び声が響き渡る。すごい高い音が響き渡り、頭が割れそうだ。う。私たちはみんなで協力して力いっぱいそのフルーツをつかみ、せーので引っ張る。フルーツが根っこごと引っこ抜ける。その瞬間、フルーツの叫び声が響き渡る。すごくキンキンした声でとにかくうるさい。あなたがスコップでフルーツを思いっきり叩く。するとフルーツの叫び声はやむ。私たちは皆で協力して力いっぱいそのフルーツをつかみ、せーので引っ張る。フルーツが根っこごと引っこ抜ける。その瞬間、フルーツの叫び声が響き渡る。すごくキンキンした声でとにかくうるさい。あなたがスコップでフルーツを思い切り叩く。するとフルーツの叫び声はやむ。うるさい。黙って。誰か。ちょっとあなた。なんとかして。落ち着いてください。いや、なんでもいいから。早く。ああ、うるさかった。聞いたのは初めてですか？フルーツは時折収穫される前に断末魔を残すんですよ。それは実は。今このフルーツ叫びませんでした？ああ、そういうこともあるんですか。初めて聞きましたよ。鼓膜がちぎれるかと思った。そうですね。食べましょう。すごくジューシーじゃないですか。なんか包丁とか切り分けられるものはないですか？まあ、そう言われてみれば美味しそうな気も。あなたがスコップでフルーツを思い切り叩く。すると、フルーツの叫び声はやむ。私はへなへなとその場に座り込む。頭が痛い。ありましたよ。うるさいな。私は手にしたスコップでフルーツを思いっきり叩いた。するとフルーツは叫ぶのをやめる。みんな静かになる。大丈夫でしたか？大丈夫じゃないですよ。むしろなんであなた方は平気なんですか？私は全然平気です。あなたのフルーツなんでしたら、しっかりしつけておかないと頼みますよ。すると、あなたが何かを探しに行こうとうろうろしている。どうしましで、た？来てるんだから甘妻くらいあげるんですけどね。あなたが何かを探しに行こうとうろうろしている。包丁を探しに行こうとするが、見つからない様子。ああ、台所に包丁かなんかが。私、台所に行こうとするが、どこが台所なのかよくわからない。おかしいな。
確かこの辺に。わからないんですか？うるさいな。私の家なんですから、私が一番わかってますよ。あなたがどこからかノコギリを見つけてくる。あなたはそのノコギリで勢いよくフルーツを割る。みんなその様子を固唾を飲んで見守っている。すごい色ですね。なるほど。まさかあるんですかね、こんな家にそんなもの。そうですけど、発見した様子。あなたが何かを発見した様子。ノコギリがありました。あなたは柱に刺さっているノコギリを抜くと刃を確認する。なるほど、それでカットするんですね。しょうがないな。私、ゴミ山を見回すと、柱にノコギリが刺さっているのを発見する。これでいいですよね。おお、では、買えそうですか。はい、確かに結構硬いですから、あなたは柱に刺さっているノコギリを抜くと、刃を確認する。それはよかった。はい、お願いします。気をつけてくださいね。お願いします。私、ノコギリをフルーツに当てて、勢いよくフルーツを割る。みんなシーンとしながら見守ってくれている。割れた。中身はすごい色の果肉だ。これは何色って言えばいいんでしょうね。あなたはノコギリをフルーツに当てて勢いよくフルーツを割る。切られた断面が芸術的に美しい。私は思わず見惚れる。辺りに甘い匂いが立ち込める。すごくいい匂いだ。ずっと嗅いでいたいくらい。あなたはノコギリをフルーツに当てて、勢いよくフルーツを割る。きれいに真っ二つに割れた。すごい色の果汁が地面にこぼれる。なんだろう、この匂い。まあ、いい匂いなんですけど、でもフルーツの香りではないような。どんな味がするんだろ誰あ、が最初に食べます？どうぞ。う。いいんですか？私は一番初めに食べたくないですね。こういうのは順番が大切なんです。わかりました。そうですよね。私がこの家の持ち主ですから、一番に食べる権利があります。ああ、いただきます。それがいいんじゃないですか。あなたが家主ですからどうぞどうぞ。せっかくですから家主に先陣切ってもらいましょう。私、不思議な色をしたフルーツの果肉を頬張る。なんとも言い難い不思議な味がする。あなたたち、じっと私を見ている。うまい。私たちが促すと、あなたはフルーツの果肉を手づかみで頬張った。音を立てながら一生懸命フルーツを食べているあなた。それを見ていると、なんとなくお腹が空いてくるような気がしないでもない。美味しいのかな。あなたうまい。は不思議な色をしたフルーツの果肉を頬張る。私はじっとあなたを見ている。すごく美味しそうに食べている。いかがですか？あ、それはよかった。あなたはフルーツをあっという間に食べきる。ああ、早く食べたいな。どうしました？私、手がむしゃむしゃとフルーツにかぶりつく。あっという間に食べきる。ごちそうさまでした。私たちが促すと、あなたはフルーツの果肉を手づかみで頬張った。音を立てながら一生懸命フルーツを食べているあなた。フルーツが喜んでいるのがわかる。よかったね。美味しく食べてもらえて。写真でも撮っておけばよかった。あなたはフルーツをあっという間に食べきる。いや、どうでしたか？食べた
感想は。えあなたはどこか様子がおかしい。息が荒く苦しそうだ。あなたは急に地面に倒れ込んでしまう。私たちは心配して駆け寄る。どうしたんですか？大丈夫ですか？うんえんどこがぜひ苦しいんです？食べてください。早く。私、自分の体に異変を感じる。息が苦しい。体に力が入らず地面に倒れ込んでしまう。あなたたちが心配して駆け寄ってくる。あなたはだんだん呼吸が荒くなってきている。何かまずい予感がする。すると突然、あなたは地面に倒れてしまった。私たちは心配して駆け寄る。この人大丈夫じゃないですよ。あんな色なのにね。あなたはフルーツをあっという間に食べきる。すごいスピード。いや、それにしても、あなたはだんだん呼吸が荒くなってきている。何が起こっているのか分からず、私は戸惑う。すると突然、あなたは地面に倒れてしまった。私たちは心配して駆け寄る。一体何が？いや、あなた、医者だかなんだか言ってませんでしたっけ？なんとかしてくださいよ。いや、私は人間の医者ではないんですよ。そんな無責任なこと言わないで。医者なんでしょ？ああ、どうしよう。救急車。救急車。苦しい。死な私がないでく悪いことをしださいよ。ていると、死にたくない。死にたくないよ。あなたが急に別のあなたの背中を強く何度も叩いた。私はとりあえずその様子を見守る。すると、別のあなたは急に何かを口から吐いた。咳き込むあなた。あなた意識がが急に、そうするとあなたが私の背中をバンバンと叩く。私、喉の奥の方に何か使えていたものを吐き出す。なんだこれは。別のあなたの背中を強く何度も叩いた。私はとりあえずその様子を見守る。すると別のあなたは急に何かを口から吐いて咳き込むあなた。別のあなたはあなたに駆け寄り背中をさすってやる。あ大なたは丈夫ですか？何も喋らなくなり、今にも死にそう。私は焦ってどうしようかと思っていると、別のあなたが急にあなたの背中を強く何度も叩いた。私は驚いてその様子を見守っている。すると、あなたは急に何かを吐き出す。種？私、吐き出したものを見ると、それは虹色の種だった。あなたたち、嬉しそうにその種を見つめて、歓声を上げる。私はあなたに駆け寄り背中をさすってやる。大丈夫ですか？まさか種が使えていたとは。あんなに急いで食べるからですよ。あなたが吐き出したものを見ると、それは虹色の種だった。別のあなた、その種を畑の一角に埋めて土をかける。私のせいじゃないですからね。あ、見てください。ほら。私が指を指した先には虹色の種。あなたが吐き出したのはその種だった。私はなんだか嬉しくなる。私はその種を拾い上げると、その種を畑の一角に埋めて土をかけた。そんなに嬉しいですか？はあ。そこに植えるんですか？あなた、その種を畑の一角に埋めて土をかける。あなたが吐き出したものを見ると、それは虹色の種だった。私、思わず歓声を上げる。ブラボー！助かってよかったですね。いや、死んでしまうのではないかと。あ、いいんじゃないですか。あなた、その種を畑の一角に埋めて土をかける。それ、また育つのに3ヶ月くらいかかるんじゃありませんか？かかるかもしれませんね。いやいや、ですからね、ここは私の庭なんで、勝手に育てないでくださいよ。わからないな、そういう気持ちは。いいじゃないですか。手のかかる子ほど可愛いですよ。よくいいない、ですね。よくどんなない、植物が育つか今から楽しみですね。よくないって。でもあなたも自分のこの実がまた育ったら食べたいでしょ？まあ、それは、はい。
食べるのは。いいんですよ。それでいいんですよ。よくないって。あなた自分の家の庭がないからって人ん家の庭使わないでください。その時、あなたが何かを発見したようで歓声を上げる。あなたの手には小さなぬいぐるみ。それを大事そうに撫でるあなた。するともう一人がそのぬいぐるみをじっと見つめる。私がゴミ山の方を見ると、あなたがぬいぐるみを持っている。私はそのぬいぐるみをじっと見つめる。ぬいぐるみはところどころ破れたりほつれたりしているものの、直しがいがありそう。またその時はみんなで収穫して食べましょうね。はい、もちろん。私は何気なくゴミ山に目をやると、そこには小さなぬいぐるみがあった。私はじょうろを持って水やりを始める。お前は一体どんな子に育つんだろうね。楽しみだね。ゴミ山の方からあなたたちの罵り合う声が聞こえる。うるさい。おお、それはまさか。私、ぬいぐるみを手に取り、じっくり見る。やはり、私の目に間違いはない。これはかなり希少価値の高いものだ。私、ぬいぐるみをゆっくりと撫でる。すると、あなたがなぜか私のぬいぐるみをじっと見つめてくる。何ですか？いえね、それを直したいなと。はあ。まあ、欲しいですよね。直して子供にあげたいので。いや二人はいい。いやいやいや、子供じゃないんですから、話し合いで。暴力はいけませんよ。私たちはぬいぐるみの引っ張り合いになる。別のあなたが仲裁に入ろうとするけれど、私たちの力にはかなわない。あなたはすごく強い力で引っ張ってくるから、私も意地になって同じくらい強く引っ張り返した。でも私は無視して水を与え続ける。たくさん水を飲むんだよ。水はお前にとってはミルク。たくさん飲めば飲むほど早く大きくなるからね。またあなたたちが何か言い争っているが、私は見えない、聞こえないふりをする。いや、知りませんよ。私が先に見つけたんだ。早い者勝ちって言葉を知りませんか？わからない人だな。私たちはぬいぐるみの引っ張り合いになる。あなたが仲裁に入ろうとするけど、私たちの力にはかなわない。私は頭に血が上ってきて、よりぬいぐるみを引っ張る手に力を入れた。これは私のです。これは私のです。私たちが激しく引っ張り合ってせいで、ぬいぐるみは避けて真っ二つになってしまう。私は思わず立ち尽くしてしまう。うるさいね。人間はうるさいよ。それに比べ、お前たちはいつもニコニコ、穏やかで静かだ。お前たちのそばにいると落ち着くね。私たちが激しく引っ張り合ったせいで、ぬいぐるみは避けて真っ二つになってしまう。私はがっくりして座り込む。はあ、ああ、やってしまった。でもまあ、大丈夫か。え、何ですって？問題ないです。治せます。大手術になりますが。ああ、まあ、医者ですもんね。私、カバンから裁縫セットや修理道具を一式を取り出す。真っ二つになったぬいぐるみをつなぎ合わせて、縫い合わせ、あっという間にぬいぐるみを元に戻す。あなたは感激している様子。どうです？すごいでしょあなた、救急箱のようなものをカバンから取り出し、あっという間にぬいぐるみを直してしまう。
別のあなたは感激している様子。いやー、感謝するような、しないような。いいんですか？いや、じゃあ、ありがたくいただきます。あげますよ。すごく欲しそうにしてましたから。いえいえ。あなたたちの声が止み、何かをあなたが修理している様子。別のあなたは自分の家で何かを探そうとしている。あなたたちは別のあなたが何かわめいているのを無視して、リモコンを探し始める。すると、わめいていた別のあなたも次第におとなしくなって、何かブツブツ言いながらも、引き続きリモコンを探し始める。私はぬいぐるみをあなたに手渡す。別のあなたが自分の家に戻り、何かを探そうとしている。が、全然探せていない。あなたたちが話している。私はぬいぐるみをあなたから受け取る。すると、あなたが自分の家に戻り、何かを探そうとしているが、全然探せていない。何探してるんですか？見つからないですよ、一人じゃ。リビングがまずどこにあるんですか、これは。仕方ないな。そんな調子じゃ何年経っても見つかりませんよ。私はあなたが何かわめいているのを聞きつつも無視して勝手にリモコンを探し始める。すると、わめいていたあなたも次第におとなしくなって何かブツブツ言いながら引き続きリモコンを探し始める。私、特徴とか教えてもらえませんかね？はい、そう思います。まあ、私には関係のないことだ。にしても困ったな。この家の主人。ここにいないものだと思っているのだけど、まさか生きていって、しかもまだ住もうとしているなんて。探しましょうか？私とあなたは別のあなたが何かわめいているのを無視してリモコンを探し始める。すると、わめいていた別のあなたも次第におとなしくなって何かブツブツ言いながらも引き続きリモコンを探し始める。普通だな。それ、もっとなんかないんですか？はあ、そうですか。私、引き続き探しているとリモコンらしきものが見つかった。あなたが急に叫んで、リモコンらしきものを頭上に掲げる。でもそれはよく見ると、リモコンではないように見える。別のあなたもリモコンのようなものを発見した様子。でもどうやらそれでもないらしい。あなたたちと私、引き続きリモコンを探し始める。二人は言い争いを始め、急にぬいぐるみを引っ張り合う。ああ、やめてください。落ち着いて。二人ともそれが欲しいのはわかるけど、そんなことしたら、二人が激しく引っ張り合ったせいでぬいぐるみは避けて真っ二つになってしまう。あなたたちはがっくりして座り込む。バカじゃないですか。いや、だから言ったのに。直せるんですか？へえ、おもちゃのお医者さんね。あなた、救急箱のようなものをカバンから取り出し、あっという間にぬいぐるみを直してしまう。まるで魔法のように鮮やかな手つきである。すごい、そんなことが。15年もやってるんですか？おもちゃ以外は直せないんですか？
いや、ちょっと頼みたいものがありましてね。私、家の中からリモコンを取ってこようとする。が、どこから探せばいいのかわからない。おかしいな、リビングにリモコンがあるはずなんだが、リビング、リビング。あ、これじゃないですか。リビングぐらいわかりますよ。自分の家なんだから。そんなことしなくていいですよ。白くてボタンは黒いです。一応ライトもつきます。まあ、そのライトも壊れてるんですけど。いや、でも結構大きいので、私はすぐわかります。いつもならすぐわかるんです。あなたが何かを叫び、私に何かを見せる。いや、それじゃないですね。いや、でもこれはこれでいいな。リモコンじゃないけど、これはこれですごく価値がありそうで。素直じゃないんだから。ところでなんでリモコンなくしちゃったんですか？っていうか、それって本当に今必要なんですか？わかりますけど、テレビはどこにあるんですか？あなたが急に叫んでリモコンらしきものを頭上に掲げる。でもそれはよく見るとリモコンではないように見える。あなたたちはそのリモコンらしきものを手にして何か話しているが、どうやらそれは探しているリモコンではないらしい。どう見てもリモコンじゃないでしょう。あれ、これじゃないかな。私はあなたに手の中のものを見せる。あなたは首を横に振る。すると別のあなたが声を上げる。何かをあなたに見せるが、また首を振るあなた。あなたたちと私、引き続きリモコンを探し始める。そこに雨が降ってくる。激しい夕立ち。みんな家の中に隠れようと手当たり次第物をどかし始める。するとキラッと一瞬何かが光る。ずーっと探していてくれればいいのにね。そしたらこの庭はずっと私のものじゃないか。この庭は誰にも渡したくない。あの住人がうるさく言わなければいいんだが、急に雨が降ってくる。激しい夕立ちである。みんな雨に濡れたくないのか、一生懸命ゴミの山のものをどかして家の中に入り込もうとしている。あなたが何か叫んでゴミ山の一角を指す。何かが見つかった様子。ああ、見つかっちゃったか。すると、次は私を追い出すだろうな。ここはあなたの家でもあなたの庭でもありませんよって。私はリモコンのようなものを発見する。あなたを呼んでそれを見せる。あなたはゆっくりと首を振る。これじゃないんですか？はあ、もっと四角い。あなたたちと私、引き続きリモコンを探し始める。そこに急に雨が降ってくる。激しい夕立ちである。雨に濡れたくないので、私は家の中に入りたくて、近くのものをどかし始める。すると、みんなもそれを見て、近くのものをどかし始めた。あなたが何か叫んで、ゴミ山の一角を指さす。どうしました？なんだ？え、それですか？ああ、そんなところにあったとは。おお、まさか光って見つかるとは。え、光ったんですか？あなたは見つかったリモコンを手にして喜ぶ。あなたは別のあなたにリモコンを渡す。あなたたちは何かを話している。私は見つかったリモコンをじーっと見る。あなたは見つかったリモコンを手にして喜んでいる。別のあなたが急にリモコンを奪おうとしてきた。あなたは素早くそれをかわす。
別のあなたが声を上げ、何かを私に見せる。いや、それ関係ないでしょ。あなたが欲しいだけでしょ。そんな価値が。いや、だからそれあなたは持ってっちゃダメですからね。私に許可取ってください。あなたたちと私、引き続きリモコンを探し始める。そこに雨が降ってくる。激しい夕立ち。みんな家の中に隠れようと手当たり。何してるんですか？大丈夫ですか？あなたね、さっきもそうだけど、ダメですよ。これはこの人のなんだから。間違いない。あのリモコンは今廃盤になってしまったメーカーのものでプレミアがつく。私は気づかれないようにあなたに近寄りリモコンを奪おうとする。が、あなたは素早くかわす。ちょっと。いや、私のセリフです。これ、ものすごいプレミアなんです。あなたにはわからないでしょうけれど、価値がわからない人が持ってても仕方ないでしょう。私にください。だからくださいって言ってるでしょなこと言ったってダメですよ。あなたと別のあなたは激しく言い合っている。すると、あなたが別のあなたに土下座をする。あなたは困ったようにうなだれる。雷が鳴り始める。あなたはさらに困っている様子。あなたとはい、はい、結構昔のもので、すると急に別のあなたが私に。あなたと別のあなたは激しく言い合っている。すると、はい、あなたが別のあなたに土下座をする。あなたははい、結構昔のもので、すると急に別のあなたが私に近寄ってリモコンを奪おうとする。私とさにリモコンを守る。何するんですか？これがそんな価値が。で、これは私のものですから、あなたにはませんよ。私はあなたに土下座をする。あなたは立ちろべ。お願いします。この通り。そんなに欲しいんですか？はい、欲しいです。いや、でも、こんな雨の中に人に土下座させておいて。まあまあ、とにかく家の中に入りませんか？あなたは困ったようにうなだれる。雷が鳴り始める。私は植物が心配で畑にふと目をやる。すると、さっき植えたばかりの種からもう新しい植物が育ち、実がなっている。立派な実ですごく派手な色をしている。奇跡だ。こんな短時間ですごい成長速度だ。鬼畜生、ここまでやってるのに、この人ひどいと思いませんか？あなたは困ったようにうなだれる。雷が鳴り始める。私はあなたにさらに迫る。くださいと言ってるんです。いや、そこをなんとか。諦めませんよ、私は。いやー、まあ、そうなんですけど、あなたが畑の方を指さす。その方角を見ると、さっき植えたばかりの種から、もう新しい植物が育っている。すごい派手な色をしている。別のあなたがフルーツを触る。するとあなたが畑の方を指さす。その方向を見ると、さっき植えたばかりの種からもう新しい植物が育っている。すごい派手な色をしている。いやすごい色っすね、さっきにも増して。これ食べれるんですか？私、フルーツを触る。結構硬い。あなたが急にそのフルーツをもぎ取ると、別のあなたの頭の上でそのフルーツを振り下ろす。
何かが割れるような音がする。頭から血が流しているあなたは意識を失って倒れる。なんか私が悪いみたいになってるけど、いやちょっと。雷が鳴り始める。あなたたち私に迫って。えいや、ここまでしてくれとは言ってませんよ。まあ、そうですけど。あなたは急にそのフルーツをもぎ取ると、別のあなたの頭の上でそのフルーツを振り下ろす。何かが割れるような音がする。頭から血を流しているあなたは意識を失って倒れる。別のあなたは驚いている。私も驚きのあまり声が出ない。あなたたちがこちらに気づいて畑の方に来る。私は動悸がしてくる。あなたが私の畑を荒らす気がしてならない。やだ、せっかくここまで育てたのに、変な言いがかりはつけないでくれ。今までもずっとそうだった。私がいくら育てても、みんな私の大切な庭を奪っていくんだ。私はわけのわからない恐怖に駆られ、気がつくと、フルーツをもぎ取って、あなたの頭の上にフルーツを思いっきり振り下ろしていた。硬いものが割れる音がする。私は体が硬直する。辺りがシーンと静まり返る。あなたたちはすごく驚いている。なんでこんなことに。スローモーションのように、あなたが私の目の前で倒れていく。音がして、あなたは地面に突っ伏して倒れる。ドクドクと血の染みが広がっていく。ああ、そのフルーツ、私が畑を見ると、違あなうんです。たに言われるがまま、私が私たちは畑を見ると、さっき植えたばかりの種からもう新しい植物が育っている。すごい派手な色をしている。いや、成長速度おかしくないか、それ。ああ、まあ、雨は降ってますけど。何するんです？やめてください。んいや、私はだから、人間は治せないんです。違うんです、私。あなた医者なんですよね。この人ほら治してあげてくださいよ。じゃあ、さっさと埋めましょう。それに、この人、もあなたに言われるがまま、私たちは死体を畑の下に埋める。きれいな花が咲いて、素敵な植物が実るといいですね。私はまた宝探しに戻る。雨は止んでいる。終わり。はい。あなたに脅されて、私はあなたたちと共に死体を畑の下に埋める。これで本当に良かったんでしょうか。私はぼんやりとしているあなたたちを叱咤し、死体を引きずらせてスコップで穴を掘る。そこに死体を埋め、土をかける。これでよしと。雨、止みましたね。いつか人間は死にますから。私はどこか悲しい気持ちになる。ポケットの中からオルゴールを取り出す。オルゴールのどこか物悲しいメロディーを聞きながら、私は畑で揺れる草花を静かに見つめる。終わり。生ゴミは肥料になりますし。ありがとうございます。私は鼻歌を歌いながら、ポケットから新しい種を取り出す。その種を静かに死体を埋めた土の上に埋める。
道路で水をやる。水の上に虹がかすかにかかる。私は微笑む。お前はどんな花を咲かすかな。今度はどんな実をつけてくれるかな。まあ、これで山物はいなくなった。この庭は私だけのもの。これからも毎日水をやりに来るからね。終わり。えああ、まあ、雨は降ってますけど。雨何するんです？やめてください。やめあなた、急にその硬いフルーツを私の頭に振り下ろす。私、意識を失う。終わり。ขอบคุณ はい、มาก ありがとうございました。なんか、すみません、僕もトラブルがあったんですけど、まさか出演者にトラブルがあるとは思いませんでした。はい。 ขนาดมีอุปสรรคเรื่องเทคโนโลยีก็ยังนักแสดงยังมีสปิริตที่จะ The show must go on นะขอชื่นชมนักแสดงด้วยนะครับ 皆さんいろんなトラブルあったのにもかかわらず最後まで、進めていただき本当に良かったです。ありがとうございます。はい。では、ですね、これより、ちょっと、思ったより、時間ごめんなさい。これ聞こえてるのかな？今聞こえてます。あら、いなくなっちゃった、また。またいなくなっちゃった。はい。では、ちょっと、ですね。 เชิญนะครับคุณยูคาริสากาอิรินักเขียนขึ้นมาพูด 坂入さん、今回の作品、脚本を書いていただいた坂入さんも、ぜひよかったらカメラオンにしてください。はい。俳優の皆さんお疲れ様でした。なんかいろいろなトラブルがあって、私もハラハラしながら見てましたけれども。でもなんか最終的に、まあ意識を失う役の方だったので、なんかちょうど合ってたというかなんか、面白かったですね。เราจะมีเวลาประมาณ15 นาทีคุยได้ครับ 15分ほどディスカッションの時間があります。じゃあ、ちょっと、お客さんからも感想をいただければと思うんですけれども、その前に出演していただいた皆さんから感想をいただきたいなと思います。で、その前に僕が今回コーディネートというか、このチームをコーディネートした中で感想なんですけども、なんか実は台本を見ながら、このリーディングを見るのは僕は実は今回が初めてだったんですね。で皆さんが、演じられながら坂入さんが書いた台本を目で読みながら、やってたんですけども、なんかそれで気づいたのは、なんかこう俳優、劇作家が大体これぐらいが一塊だろうって思っているなんかこうパートって意外と俳優にとってはそんなにそこじゃないその一塊だって認識しないんだなっていうのがなんかこう読んでいて思った感想で、なんか次の僕のやつが結構怖いなと思いながら聞いてたんですけど、なんかこうやっぱり大体この一塊言ったら次の人に行くかなっていうのが結構その解釈が僕が
読んでたのと違うところでみんな言ってて、なんかこれは結構客観的に見ると面白いなっていうふうに感じました。はい。で、ゆかさん訳しますか？ให้แปลไหมคะหรือว่าเดี๋ยวค่อยแบบ แปลนิดนึงเพราะว่าเผื่อคนไทยมาดู อ๋อค่ะอัสโตซังบอกว่าพอได้ฟังทุกคนอ่านนะคะ คือความคือคือนักแสดงก็จะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเวลาอ่านเขาจะเดาว่าอ๋อบทของตัวเองน่าจะแบบมีประมาณนี้ประมาณก้อนนี้ประมาณนี้ปริมาณเท่านี้ ซึ่งมันก็ไม่บางทีมันก็แบบที่จริงแต่มันก็มีมากกว่านั้น มันก็ไม่ได้แบบตรงกับที่นักเขียนมาค่ะก็เลยอัตโตซังก็เลยบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะถ้าในรอบต่อไปจะเป็นบทของอัตโตซังซึ่งไม่รู้ว่านักแสดงเขาจะรู้สึกยังไงเวลาอ่าน ในฐานะนักเขียนกับนักแสดงเวลาเราอ่านเราก็แบบคาดปริมาณไม่เหมือนกัน ใช่ใช่ใช่ ประมาณนี้ค่ะ แล้วคุณยูฟังครั้งแรกที่อ่านอันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างในฐานะคนเขียน坂入さん、聞いてみていかがでしたでしょうか？なんか、思ったほどカオスにならなかったですね。なんか、もっとカオスを結構狙ったというか、結構割と自分勝手な感じにみんな書いてみたというか、で、なんだろう。なんか皆さん結構丁寧に整理してやってくださろうとしていたので、なんか私はもっとこう、バンバン勝手にみんな進めていくものだと思って仮定してやったんですけど、なんかそうでもなかったので、本番が。みんな結構慎重にこう、足並みを揃えて、行かれようとしていたので、なんかそこがちょっと逆に、慎重に行くとなんかこうなるのかっていうのが、ちょっと新鮮だった。うん。ตอนแรกคิดว่าจะวุ่นวายจะเคออสมากกว่านี้ค่ะ แต่ว่าเห็นแบบนักแสดงพยายามไปให้พร้อมๆกัน ก็เลยไม่ได้ ก็เลยรู้สึกใหม่นิดนึงค่ะ มันไม่ได้เป็นเหมือนที่คิดไว้ก็ค่ะ ตอนแรกคิดว่าแบบมันจะแบบเรื่องมันจะไปแบบวุ่นวายไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ในฐานะนักแสดงอะครับพออ่าน รู้สึกว่าตัวเองเป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นนักแสดงที่พยายามดำเนินเรื่องมากกว่ากัน俳優さんたちに質問です。先ほど読んでみて、なんかキャラクターとしてだったか、なんかこうその台本を読もうとしてる俳優になんか自分自身になっていたか、どんな感覚だったでしょうか？じゃあマリノから答えてみましょうか。はい。読んでいる感覚としては、自分自身もどういう物語なのか知りたいっていう気持ちと、物語を皆さんとも共有したいっていう気持ちで、自分のキャラクターっていうよりは物語にすごく集中していた、私は感覚でした。รู้สึกว่าคืออยากจะรู้ว่าเรื่องราวมันจะไปยังไงต่อ แล้วก็อยากให้คนดูได้ตามไปด้วย อยากให้คนดูได้รู้ด้วยค่ะ ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ แต่ว่ารู้สึกว่าคืออยากจะรู้เรื่องคืออ่านพยายามที่จะเข้าใจเรื่องมากกว่าค่ะแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักคืออยากจะรู้ว่าเรื่องเป็นยังไงมากกว่าใช่ค่ะคุณมัตสึอิอะครับ松井さんいかがでしたでしょうか？そうですね。いや、楽しく読ませていただきました。アクシデントも全部含めて。で、สนุ読んでて、ดีค่ะ รวมถึงอุบิเหตุที่เกิดขึ้นด้วย 読んでて、多分読んだ瞬間初めて気づいたんですけど、この
本当にみんな別々の台本で、パーツごとでちょっと化するみたいな話で、本当は多分対話とかも、なんか、うまく成り立たない物語なんだろうなと思って、なんかそれがすごい、こう、今、こう、実際にこう、ズームでやってるコミュニケーションとかとも似てんのかなって、こう、本当は言いたいことと伝えたいこととが、こう、一方通行ですれ違ってるみたいな、そんな気がしました、読んでて。แล้ว พ คุ อ ณ เริ่มอ่านเราเพิ่งรู้ตัวค่ะว่าบทมันทุกคนมาไม่เหมือนกันทุกคนที่ได้บทที่ทุกคนได้มาไม่เหมือนกันจริงๆแล้วก็มันก็มีบางส่วนที่ซ้อนกันหรือว่าแบบบางทีก็แบบคุยกันคนละเรื่องเลย ก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนกันเราคุยมีผ่านออนไลน์แบบเนี้ยค่ะ ผ่านซูมอย่างนี้ก็แบบต่างคนต่างพูด ต่างคนต่างคุย อืม ค่ะ คุณฮิโตชิใช่ไหมครับ ฮิโตชิさん、松下さん。あ、僕は初見の台本だったので、キャラクターというよりは、まあ、この台本に何が書かれてるのかなっていうのを意識しながら、読んだのが7割ぐらいですかね。あとは、やってる中で、なんか、キャラクターみたいなものも感じる瞬間もあったのかなと思いますけど、どちらかといえば、まあ、自分の方が勝ってたかなと思います。70%รู้สึกว่าเป็นตัวเองค่ะที่อ่านพยายามที่จะเข้าใจเรื่องค่ะ เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้อ่านบทนี้ อีก 30% ก็เริ่มเข้าใจคาแรคเตอร์ค่ะ แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเองมากกว่าค่ะ คุณมิชิโกะสะดวกคุยไหมครับ ถามก่อน มิชิโกะさんいかがでしょうか。 อาจจะไม่ 出てるかな今。これは固まってるかな。固まってるかもしれないですね。そうですね。อาจจะค้างอยู่ ค้างอยู่แต่ว่า ให้เปิดรูปไว้ไง 坂入さん、 ว่าเธอหลุดไปกลับเข้ามาสมาธิเธอยังอยู่กับเรื่องอยู่อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า 今落ちちゃいましたね、みつこさんが。はい。 คุณสมบัติที่ดีของนักแสดงที่แบบเกาะติดกับสถานการณ์เนี่ยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าでみちこさん何度も落ちたけれども、本当その度にこう物語お話にこう戻ってきてたので、もう俳優としてはすごく良かったんじゃないかなと、そうですね。すごくいいものを持ってるんじゃないかなと思いました。最終的に意識を失って終わるという。 แล้วการแสดงเนี่ยคนดูไม่ได้สนใจแค่เรื่องในละครคนดูสนใจนักแสดงด้วยว่าจะแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังไงในฐานะที่อ่านบทครั้งแรกอย่างเงี้ยครับ 見る側としてはただ物語を追うだけではなく、俳優さん自身ものことを見ていて、この状況をどう解決していくのかっていう様子も見て楽しんでいたので、まあこれも楽しむことができました。 ก็คนดูก็จะเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้น お客さんはこの状況に何が起きているのかっていう全てが見えるようになっていますので。 เป็นตัวเองและเป็นคาแรคเตอร์ไปพร้อมๆกันอันนี้มันก็เลยสนุกเป็นอีกแบบหนึ่ง 俳優さん自身と、そのキャラクターがこう同時進行しているところを見られるのが、まあ、これの面白さかなと思います。はい。いや、お客さんの中で、なんか、感想がもしあれば、伺いたいんですけれども、どなたか、発言されたいという方はいらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃいましたら、ビデオをオンに、オフのままでもいいので、手を挙げていただければと思います。あ、じゃあ、綾田さんお願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。 4冊の一人称小説をバラバラにして組み合わせて読んだみたいな感想を得ました。で、この作品は4人が共通して
一つのものを見てたり扱ってたりするっていう場面が多かったので、聞いている方としては想像がしやすかったと思います。なんですけど、きっとその作家さんだったり、4人の俳優さんだったり、ディレクションをした役割の立場だったりで、ここバチッとはまったなっていう気持ちいい場所っていうのが多分違ったと思うんですよ。なので皆さんに質問してみたいのは、ここ気持ちよかったなっていう場所がどこだったでしょうかっていうことですね。どうでしたか？松下です。はい。いいですか。ポイントとしてどこかはっきり覚えてるというのは言えないんですが、気持ちいい部分は多々ありました。一番僕が感じたのは、今こうして話してることもみんなに本当に聞こえてるのかが僕は自信がないんです。すごい一人な気持ちがしてるんですけど、物語が進んでいくにつれて、この空間は共有してないけど、このネットで物語でみんなでこうつながれるなっていう実感があったのが一番、印象に残ってます。以上です。สรุปย่อๆให้หน่อยได้ไหม ได้ค่ะอายดาซังบอกว่าในฐานะคนฟังค่ะรู้สึกมันได้เห็นว่าเราได้เห็นว่าทุกคาแรคเตอร์ได้เห็นมุมได้เห็นวิวเหมือนกันในบทแต่เราเลยอยากจะถามนักแสดงว่าตอนที่อ่านนะคะมันมีความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่ารู้สึกฟินรู้สึกสบายในระหว่างที่อ่านไหมค่ะมัตสึชิตะซังก็ตอบว่าตอนที่อ่านค่ะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวคือไม่แน่ใจว่าเสียงที่ตัวเองอ่านเนี้ยทุกคนมันได้ไปถึงทุกคนหรือเปล่าแต่พออ่านไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าถึงมันคือเสียงเราก็ได้คนมันก็เขาเรียกอะไรคะเราก็ได้คุยกับคนอื่นได้เชื่อมต่อกับคนอื่นถึงแม้ว่ามันจะผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณ ありがとうございます มีอีกไหมครับน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดเซสชันนี้เพราะเดี๋ยวต้องไปเปิดอีกห้องหนึ่งเขารออยู่他にどなたか何かありますでしょうか。もしなければ次のミーティングルームをオープンするためにこちらちょっとそろそろ閉じていこうかなと思っています。もし誰かあればあと一人チャットに書き込んでいただいても大丈夫ですよ。発言するのがちょっとあれでしたら今の時間に。ちなみに私さっきの綾田さんの質問はなんか作家としてはむしろあんまりハマってほしくなかったのでガチッとなんかだからむしろ逆に私はなんかハプニングがこう起こった時にそのみちこさんがいなくなったじゃないですか。その不在のみちこさんが不在のまま3人でその不在の人をこう不在の人にこうどうこう言って不在の人に土下座してその不在の人を殺してるっていうでもなんかそこでその不在のみちこさんがイメージの中で見えてくるっていう現象がすごい面白かった。そこが一番面白かったですね。はい。なんかみんなでちゃんと作り上げてるんだなって思って、もう一人の存在を。僕も意地悪な感想ですけど、みちこさんの、私のせいじゃありませんよっていうセリフが、インターネットのせいですっていうセリフに聞こえたのがすっごい面白かったです。なんかそういう変ななんかリンクが起こってるところが結構あって、なんか多分変な聞き方なんですけど、なんかそういうのも含めてちょっと面白かったですね、私は。ในฐานะคนเขียนค่ะไม่ได้อยากให้แบบเรื่องมันแบบฟิกกันให้แบบบททุกคนมันฟิกกันตรงกันไปหมดก็เลยสนุกตอนที่
มิจิโกะซังหลุดไปค่ะเรารู้สึกว่าแบบทุกคาแรคเตอร์สามตัวละครที่เหลืออยู่ คือทุกคนแบบฆ่ามิจิโกะซังแต่ในเพียงที่เขาไม่อยู่แล้วมันมีคำพูดคำหนึ่งค่ะที่มิจิโกะซังบอกว่ามันไม่ได้เป็นเพราะฉัน อืม ซึ่งคือฉันไม่ผิด แต่ที่ผิดคือเน็ตมันหลุดเน็ตมันผิด ฉันไม่ผิด มันก็แบบไปลิงก์กับสถานการณ์ณตอนนั้นด้วยเหมือนกัน ก็สนุกดีค่ะ ใช่ใช่ใช่โดย では、そろそろ時間なのでですね、ここら辺で締めたいと思います。最後に、この企画はですね、国際交流基金バンコク日本文化センターと、タイシアターファンデーションに協賛をいただいています。どうもありがとうございます。それから、長い時間、ご視聴いただきました観客の皆さん、どうもありがとうございました。では、8時からまた次のプログラムをやります。はい、そちらの方ももしよろしければご参加ください。ขอบคุณ ありがとう。มากครับ ありがとうございました。เจอกันรอบสุดท้าย どうぞました。ありがとうございました。Leave now